おはようございます。さあ、皆様大好きな荒川サイクリングロード荒西に来てます。今回はですね、私一人じゃございません。タイトルの通りなんですけども、すごい大事な話をしたいと思いましてですね、今回こちらの方をお呼びしました。本日の晴れ男です。どうぞ。はい、おはようございます。晴れ男、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒川を管理してます荒川下流河川事務所で事務所長をしております出口と申します。よろしくお願いします。皆さんが使っているこの荒川の下流の管理をしている一番偉い人です。今回はこの荒川サイクリングロードで僕ら呼んでますけども、この荒西でちょっとね問題が起きているということで、それの現状を皆さんに伝えたいと思ってですね、こちらの方に来ていただきました。実は少し困っているんです。はい、荒川って幅も広くて信号もなくて、すごくサイクリストの皆さんにとって走りやすい環境だと思うんですよね。はい、私も先日サイクリングしたんですけども、本当に気持ちよくていいなと。荒川私大好きなんですけども、一部の方が猛スピードで走り抜けていったりですとか、接触事故があったりとかで、事務所の方にも苦情とかクレームみたいなことが寄せられたりしています。またサイクリストの方は走行禁止にしてほしいとかですね、そういう厳しいような意見もあるんで、そういったところをなんとかしたいなということで少し困っている現状があります。僕もサイクリストなんで分かるんですよ。ついつい練習に来てグワーッと走り出して、特に熱中しちゃう人はもう周りに見えなくなっちゃって、言葉遣いとかね乱暴になっちゃう人とか結構いるんですよね。おどけーみたいな、そういう人がちょっとちらほらいるせいで、健全な僕らサイクリストまでもちょっと使えなくなってしまう、何か規制がされてしまうかもっていうことですよね。そういうのは避けたいと、今回は動画内でそのリアルなこの荒川の現状を YouTube でお伝えるのはもちろんなんですけど、この後ですね、所長と一緒に、サイクリングをしてチラシ配りですね、マナーアップのチラシ配りをしに行きます。でその後にトークショーなんかをしてですね、リアルでもちょっとこういう今現状なので皆さんちょっと考えてもらえないですかという、そういう機会をね今回は作るといった感じでございます。いろんな方にですねちょっと話を聞いてみて、この動画を見ている方にも今一度この今使っている荒川について考えてもらえる動画になればなと思います。今回の動画にはですね、アムちゃんとあっちゃんとかそういった他のインフルエンサーの方にも来ていただいておりますので、みんなでね盛り上げていこうかなと思います。じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. 到着です。キッチン取り立てです。立ち寄ってるねサイクリストちょこちょこいると思うんで、マナーアップのチラシを配っていきたいと思います。荒川はゆったり行こうっていうですね、こういうチラシを今、配ってます。ノルマこんなにあるんでこれないと所長貸してくれないらしいんで、よろしくお願いします怖い笑顔そんな重量にあるのか一応1枚ありがとうございます。こういう活動やってます。画面すみません、ちょっと全然全然大丈夫です。どうも、はじめまして。お願いします。普段皆さん走っていただいているアスファルト舗装された幅員 7.5 メートルで整備しているんですけど、河川管理用の道路で緊急用河川敷道路っていうのが正式名称ですね。大地震ですとか、あった時に町を守っている堤防の緊張があったりすぐに直せるように、我々の方で管理用のために作っている道路になっています。そこを僕らがちょっとサイクリングとして楽しませてもらってるところなんですね。ありがたいですね。そうですね。走りやすいですよね。幅が広くて。そうですよね。わかるわかる。フラットですしね。そうなんですよね。風きつい時はやばいですけど。ありがとうございました。これが出るところで。雰囲気がめっちゃいいから。よいしょ。風が強い。先ほどチラシ配りをしまして、ここはですね、野球少年たちが野球をしているところですね。荒西走っているところだったらよく見かけると思うんですけども、こちらで実際に少年たちの監督をされている方、また保護者の方とかですね、
に時間を取ってもらってますので、僕らねサイクリストがどう映ってるかとか、リアルな声をちょっとね聞いてみようかなと思います。はい、ということでですね、皆さんに来てもらいました。簡単にどういう方かっていうのをちょっとご紹介させてください。はい、アズマエンゼルスという野球チームのマネージャーやってます。マネージャーさん、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。同じく東エンジェルスで監督やってます。よろしくお願いします。監督とマネージャーに来ていただきました。そしてこちらの方は、はい、保護者代表として今子供たちの放送をしています。ありがとうございます。ということで、監督、マネージャー、そして保護者ということで野球少年チームの皆さんに来ていただきました。所長にちょっとですね、まずはじゃあ、荒川についてちょっとそうですね、軽くいいですかね。皆さん使っていただいている荒川ですけど、100年前は川じゃなかったってご存知ですか？知らないです。知らないですよね。明治時代に相次いだ水害を機にですね、川を人の手で作った場所なんですよね。そこを今はグラウンドとして使っていただいてるんですけど、今年がちょうど100周年なんです。なので、その100年間ですね、水害1回も起こしてませんし、地域の方の安全安心を起こしているので、そういった面もぜひ知っていただきつつ、日々楽しんでいただけたらなと思います。100周年が200周年になるようにそうです。はい。いければなと思いますが。じゃあ早速ちょっとじゃあインタビューしていきますね。荒川をサイクリングロードとして、使わせてもらってるんですけども、どうですか、なんか印象。好きに言っちゃってもらって大丈夫ですかね。いいんですか？あそこに赤いコーンがねこうあってですね、徐行してくださいってことでこうしてるんですけど、やっぱり皆さんこうスピード出して楽しまれてですね、シュッてくるんですで、日曜日だと、ここで野球の大会とかが開かれまして、そうするとこういろんなチームの子どもたちがこう出入りするんですよ。でその時にキャッとこうすることができまして、スピードを出されてる方が結構多いので、我々も気をつけてるんですけど、やはり子供なので、ボールが行っちゃってボールに目線が行くと自転車やっぱ見えなくなっちゃったりで、向こう側に行くのに友達と話しながら行っちゃうと、意識がそっち行っちゃって自転車が見えなくなっちゃったりっていうので、気をつけてはいるんですけど、速いと危ないかなっていうのは感じますし、実際うちの選手もちょっと当たっちゃったこともあって、心配してくださる方と、危ねえだろバカ野郎みたいな方もいらっしゃいます。います。それは僕とかが言われるならいいんですけど、やっぱ子供からしたら自転車で怖い思い一つして、大人に怒鳴られてもう一つ怖い思いしてっていうのはすごくかわいそうだなっていうので、我々も気をつけなきゃいけないなとは思っております。ちょっとね、僕も一サイクリストとしてちょっとショックですよ。そんな人がいるとは。どうですか？やっぱり子供がやっぱり一番なんですけど、接触した時にやっぱり子供が怪我するのと同時に自転車乗られてる方も結構大怪我をされてるのを目撃したので、やはりお互いの安全のためには、徐行の区間をしっかり守っていただく、それがお互い気にしながらやっていけたらなっていうところがありますね。その辺も、今回の動画をきっかけに少しね考えてくれる人がいればなと思いますが、あと僕ね、声掛けめっちゃ大事だと思うんですよね。何でもそうだと思いますけど、こんにちはとか、撮ります、すいませんとか、僕らが、ね、お手本になれるぐらいのレベルで、こんにちはとか、元気だねみたいな感じで言えるようになれればなと思います。はい。その辺はもうね、野球少年たちの方ができるぐらいですよね。多分あったらいいなっていうのとかありますね。なんか野球関係でもいいし、自転車と野球をもっと気持ちよくするためにこういうのあったらいいんじゃないみたいな。電源が欲しいです。電源ちょうどいるんで。電源ね。なんかやっぱりよく言われるのは、綺麗なトイレと、日陰になるようなところが、夏場特に暑くなる。あと自販機が欲しいとかっていうのが聞いたこと。荒川サイクリスト 99% が持ってる、先ほど伝えたクワガタ、通り抜けるためのアルミの、どうですか所長、通ってみて。ちょっとやっぱり通りにくいですね。そうなんですよ。みんなね、あれ通りにくくて、でちょっとこう自転車傷つくもの嫌だな、無理してカーンやったら嫌だなっていうので、少しちょっとこうあれを工夫して減速はするんだけど自転車はこう傷つかないみたいな
ね、そういうのがあったらじゃあコラボして、はい、言えましたよみんな。生かしたかったって言ってくれって思いますけど、はい、考えましょう。はい、よろしくお願いします。こんなにめっちゃすれ違ってんのに話してこと多分1回もないぐらい、僕は初めてなんですよ。ちなみに、すごいいい経験させていただきました。貴重な話を聞かせてもらいました。僕も子供いるんで、同じようにやっぱ気持ちは心配な気持ちはわかるんで、まあ気をつけていきたいと思います。はい、所長には電気とクワガタの件を伝えておいたので実現は間もなくかと思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。本当によろしくお願いしました。ではまた、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。言われちゃいましたね。どういうか気づいててない子供。それぞれの通過の仕方があって。はい、ということで戻ってまいりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでしたか、今日一日。前走った時はもうちょっと気温高くて気持ちよかったんですけど、今日は今日で、いろいろ気持ちよく本当に走れましたし、寒くなかったですか？寒かったですよ。ですよね。寒かったですけど、やっぱりこう私もこう普段事務所にいて多くの方がこう自転車楽しまれてるのを見ていたので、楽しさを自分でこう体験できてよかったなと思いましたし、通水して100周年ということで、まあ今回記念すべき動画をちょっと作らせてもらいましたけども、荒川のサイクリストに向けてですね、まあいろいろこう話させていただきました。僕らね、荒サイって呼んでますけども、荒サイって呼んでもいいんですよね。いいです。大丈夫です。大丈夫ってことなんですよね。荒サイって呼ばないでくださいっていう動画ではないんですよね。こういう役割があるんですよっていうことも皆さんに知ってもらえたらなと思っておりますと。公道では自転車ってね、弱者として扱われてますけどね。そうですよね。でも、河川敷のこのサイクリングロードでは圧倒的強者ですよね。で少しその辺意識してほしいですよね。そうですね。マナーも少しこう意識していただいて、荒川サイクリングをこう楽しんでいただけたらなと思います。はい。わかりました。いや本当に今日はありがとうございました。もう最高の足ガクガクです。ガクガクですか。はい。あさってに響きますか。明日じゃなくてあさってに。まあ皆さん今日の動画もしよろしければね、グッドボタン、チャンネル登録等々よろしていただいて応援してください。まあ普段あんま言わないですけど、まあ今回の動画結構大切な内容だと思うので、機会があれば友達とか知らない人にこう宣伝というか紹介してみてください。少しでもねみんなが使ってる荒川が良くなるように今回動画作らせていただきました。はい、それでは今回の動画は以上でございます。ありがとうございました。はい、さよなら。